こんにちは、吉田です。今日はですね、去年の11月ぐらいですかね、昨年度の情報ではありますけど、ニコンが、生産拠点を集約するっていうお話があったと思うんですけど、あれ、すごいいいタイミングだったなって、今改めて考えると思うんですよね。だからそのお話、ちょっと写真とかカメラっていうよりか、どっちかっていうと産業面の話になっちゃう部分が多いんですけど、ちょっとふっと思ったんで、していきたいなと思っています。で、なんでそんなことを思ったかっていうと、今後、なんていうか、デジタルカメラも含めて、今半導体不足っていう話がありますよね。で、今後の、製造業、どうしても景気は今もうこれから悪くなる方の要因しかないですから、その中で、カメラってどうなってくんだろうっていうようなところをちょっと考えるというか、どういう風なカメラが今後出てくる可能性があるのかとかっていう部分も含めてちょっと考えたいなという、雑談ですね。はい。で、ちょうど去年に発表があった、結局生産拠点の集約、カメラ生産、特にボディですかね、を、タイに集約しますっていうような話があったかと思います。報道でも日経とかにあって、四半期決算の中で、生産拠点集約しますみたいな話が出てたというような感じだと思うんですけど、すごいいいタイミングだなと思ったっていうのは、やっぱり今年に入ってから、なかなか特に自動車系で、結構話題にはなってたと思うんですけど、半導体の調達が難しいとか、結構そういう、部材の調達関連で、結構問題になってるというか、はい。っていうようなところが出てきましたよね。で、結構ここ数年で、例えば他の産業、トヨタが例えば、韓国の鉄鋼メーカーの材料を使ってみようと思いますとか、結構ですね、そのサプライチェーンっていう言い方しますけど、どこの材料を使うとか、どんな材料を使うみたいな話で結構動きがあるんですよね。そういう流れの中で、今このタイミングでタイに集約するって、実は結構ありなんじゃないのって個人的には思ってます。海外生産っていうと、まず品質のことを心配する方が多いと思うんですけど、品質に関してははっきり言って問題はないですよ。逆に言うと問題ないようにやるっていうのが、工業なので、日本で作ってたものがタイに単純に移されるわけじゃないんですね。日本で作ってたものと、実効的に同じになるようにタイに移すんですよ。だから、だから結構他の国で生産するってなると、その他の国の人の作業がうんぬんとか、いろんな心配をする方が一般には多いんですけど、厳密にその心配ってあんまり当たらないというか、その心配をするのは当然で、その心配がなくなるように、移すっていうのが当たり前なんですね。だから、基本的には、生産が海外であるっていうことは大きな問題にはならない話です。厳密に言うと材料とかっていうのも、影響ないわけじゃないんですけど、鉄っていうのも同じ銘柄で言ってても、性能が微妙に違うとか、それは品質がいい悪いではなくて、性能が違うっていう話ですよね。っていうようなケースも考えられなくはないので、影響が全くないわけではないですけど、あと、メーカーが変わる、会社が変わると同じようなものとして作ってても、実は
微妙に内容が違うっていうようなことが起こるので、それぞれに合わせ込むっていう必要はありますけど、そういうのを合わせ込んでいくっていうことになってくるので、基本的にその生産地が変わるっていうことに関しての、実際に皆さんが物を買った時の問題っていうのはそんなに大きくはないというふうに考えていいと思います。で、なんで、タイがいいというよりか、なんで日本で作らなくすることがいいのかっていう部分に関してなんですけど、経済的な話っていう部分もあるんですけど、今回ちょっと物的にも実はいいんじゃないかなって思ってるのがあって、それはどういうことかっていうと、日本ってどうしても海外から、部材とか材料とか部品とかを調達しようとすると、どうしても海か空を経由しないといけないんですよね。当たり前ですよね。島国ですから。実はなんかこれからの時代もしかしたらそれがネックになっていく可能性あるなと正直言うと思っています。やっぱりその日本に住んでる人っていうのは海外に行くことに対するハードルが若干あったわけですよね。海外って言いますけど、要するにその国境を越えるっていうのが、歩きでは越えらんないじゃないですか。日本の場合は。どうしても。島国だから。で、そこがやっぱり影響するというか、結局のところ、これから先部材調達をしようとすると、海もしくは空っていう部分の、影響を受けざるを得ない。どうしても。で、今、基本的には、海外と取引するのは当たり前になってしまっているので、そういう意味では、安定的に、陸路がある土地で生産するっていうのは一つのメリットがあると、個人的には考えています。はい。で、そういう意味でですね、日本国内で生産するっていうところ、状況を考えると、2021年時点での状況を考えると、工業としては、国内生産回帰とかを本当はしたらいい部分もあるんですよね。したらいい部分もあるんですよ。要するに、どうしても、よそから買おうとすると、そのよその都合ってどうしてもあるじゃないですかと。ということで、基本的には、内部調達というか、自前でなんとかできるようになった方がいいっていう部分もあるので、融通が効きますからね。そういう部分で、本当は自国内生産っていうのができるといいっていう部分もあるわけですね。同時に、会社レベルで見ると自社生産をするっていうアイデアもあるわけですね。よその会社から買うではなくて、自分のところで、それ用の工場を持つっていうようなところ。だから特にニコンなんかで言うと、センサーはニコンは買ってるからとか、ね、そういう話が出るじゃないですか。っていうような話ですね。それが自社で作れたら、他のメーカーの、商品と被らなくて、性能的に被らなくて済むよねとか、いろんな話があったりするわけですよね。そういう部分で、なんというか、意味がある。自社内生産。で、かつその自社内であっても、その工場をどこに置くかっていう話ですね。で、完全に全ての材料を国内で調達できるんであれば、国内に置くっていうアイデアもある。と同時に、それが本当に国内じゃなきゃダメですかっていう話になってくる。会社として考えると、物を集めやすいところに置くっていうのは一つのアイデアとしてあり得るんじゃないかなと思います。だから、そういう意味で、ニコンが今回集めたのは、タイの工場のはずなので、っていう話だったので、報道を見る限りね。で、
そういう意味で、タイに集めるっていうのは、場所的にも他のいろんなエリアに送る。結局、大きい会社だと、いろんな国で売るわけですよね。日本のメーカーだって言っても、日本のヨドバシカメラとかさ、ビッグカメラとかだけで売ってるわけじゃなくて、アメリカでも売るし、ヨーロッパでも売るし、他のアフリカとか南米とか別のエリアに運ぶっていうところも考えると、運びやすいっていう部分で、まあ、あり得る選択肢になってくるんじゃないかなと。で、その、日本からっていう部分、その、日本国内で生産することの、弱みって言っちゃうとちょっと言い過ぎなんですけど、その日本国内で生産することの、まあデメリットって、まあ要するに今までだと人件費みたいな話があったわけですけど、これからは多分違う問題が出てくるんですね。っていうのは何かっていうと、人口減によって、その作業ができる人が減るっていうことと、ですね、それ以上に、実は結構今、技術の現場とか、まあそういう話を、できる人を、国内で確保するのが難しくなってくるっていう現実があるんですよね。大手は結局手を動かすよりも頭使って手を動かす部分は他の会社とか他の人に任せるっていう形で、今までの日本はやってきたわけですけど、それを進めてきたがために、日本国内に何も残らなかったっていう現実が出てきてしまう。出てきて、しまっている。っていうふうにちょっと感じられます。で、結局それで何が起こってるかっていうと、国内の技術面の空洞化、手を動かす人が減った。手を動かして自分で物を作る人が減った。っていうところが出てくるので、そういう部分の、デメリットがこれからちょっと出ちゃう。これから結構顕在化してくるんじゃないかなと思います。まあ、一部ではもう顕在化してるって言えるんじゃないかなとか、これって実はそういう要素が影響してるんじゃないかなっていうような部分も、まあ、正直言うとゼロじゃないですよね。だから、で、大事だっていうのはいいんですけど、大事にしすぎるがあまり、他の人を排除してしまうとか、大事にしすぎるがあまり、それに対するなんか守りが厳しくなってしまって、新しく参入するとか、競合が生まれないとか、っていう動きが出てくると、実はそれってものすごく、新陳代謝がなくなるので、技術とか会社っていうレベルで見てても、あんまり良くはないんですよね。というところで、現実的にですね、そうなってくると結局手を動かしてくれる人たちがいるところに行かざるを得ないっていう話になってきてしまう。っていうところで、結局のところは、まあ、中国生産っていうのは、まあ結構、まあ90年代ぐらいからかなりメジャーにいろんな会社が始めるようになって、で、実際ね、中国自身も、経済的に頑張っていきたいっていう話があって、そういうふうにエリアを決めて産業を振興するようなことをやってたところで、それがまあある種マッチした部分もあるんですよね。で、結構いろんな会社がもう海外に工場を作るってなると皆さんが
多分中国に作るって思うようになるレベルで、中国に、生産拠点を作ったりしてたわけですよね。で、同じようなところが、東南アジアにもあるわけです。で、その結果の、今回のそういう意味では、海外工場への生産集約ってなってくるんじゃないかな。というふうに個人的には思います。で、現実的な話ですね。これから先、いろんな会社が、似たような、決断をすることになる。っていうことは、大企業が日本にあっても、世界でビジネスをしている大企業が日本にあっても、結局その会社は実際のものを海外で作っていて、それから、海外に物を売りに行くっていうような、形になるわけですよ。そうなった場合、結局別にそれでダメなわけじゃないんですよ。ダメなわけじゃないんですけど、実際に儲かったっていう話は、最終的には日本にある本社に来る話なので、それが悪いわけではないんですけど、それでデメリットがあるとすると、国内の雇用がなくなるんですよね。結局国内の雇用がなくなる。自分で手を動かす人がいなくなって、国内で物を作れなくなって、海外で作れるところに持ってかざるを得なくなって、ってなると、国内の産業が地盤沈下するってなるんですよね。だから、そういうところを今後どうするのかっていう話ですね。これからは他の人に任せるとか、そういうことをやってると、結局じゃあお前らそれやれないよね。じゃあそれいらないよねっていう風になってきて、最終的には、じゃああなたたちいらないよね。になってくるんじゃないかなと。で、察しのいい方はお分かりいただけるかもしれないですけど、日本と日本にいる会社がその路線を変えないっていうことは、日本って、何やってくれるんだっけっていうことになるわけですね。で、正直言うと、デジタルの IT の世界ではもうそうなってますよね。皆さんが使ってるウェブサービス、今これ私が動画上げてるの YouTube ですよね。アメリカの会社ですよと。Google がやってますよと。で、結局それも、アメリカの中で、YouTube っていうサービスを考えて、企画して立ち上げた人がいて、それいいからって言って Google が、買うっていう形の流れになっていくと。そうなっていくと、結局のところ、中国資本が今、結局ね、今どんどん大きくなってってますけど、もう大きくなってますけど、だからそういう、ある意味ではその国内に資本が残らないっていうことになってくるんですよね。だから結局のところは、国内に産業が根付かないっていう状態になると、今後日本として経済的に、元に戻るっていうことは難しくなるのかなと正直言うと思っています。そうなった時に、カメラっていうのがどうなるかっていうお話ですね。ちょっとその半導体が調達できないとかそういう話もしてたところで、なんというか、そんな方の話があんまり入ってないですけども、結局日本国内での半導体製造っていうところとか、日本企業の半導体製造っていうところが、やられなくなってしまった。もともとは、いいアイデアを出して、最初に商品として手掛けたのは日本の会社だったのに、今日本にはもうその産業がないっていうようなことも起こったりとかしてるわけで、そういう風になっていくのはもったいないなという風に思っています。
で、まあ、それが結局カメラっていう話にどうつながるかっていうところなんですけど、ちょっと長くなりすぎたので、次回に分けさせていただきます。今日はこれぐらいで失礼します。はい。ちょっと途中でごめんなさい。はい。失礼します。ありがとうございました。